このモニター、癖はすごいけどめちゃくちゃ強い。こんにちは、トバログです。今回もですね、ちょっと LG さんから面白いモニターが出たぞっていうところで、早速ね先行でお借りして使ってみているんですけども、今回紹介していくのはウルトラファイン EVO っていうモデルなんですが、これすごいのが 6K の解像度に対応している、約32インチのサンダーボルト5対応ディスプレイなんですね。この間こういう感じでねウルトラファインディスプレイも紹介しているんですけど、これと双璧をなすような、用途としてはちょっと違うんだけど、どっちも最上級みたいな、そんな感じのモニターとなっています。6K だと 4K ディスプレイとどう違うのかってところとか、それに対する体験、あとはこの間紹介したワイドモニターとこの 6K のモニター、どういう風な違いがあって、どういう人たちがどれを選べばいいのかみたいなのをちょっとね紹介していこうかなと思います。今回お貸し出しいただいているのがサンプル機っていう感じですね。なので若干発売後の仕様とは変わるかもしれないので、その辺も踏まえて、お伝えしていこうと思います。それでは早速いってみましょう。はい、というわけでこちらがウルトラファイン EVO ですね。モニターのこのね背面のデザインとかが今までの LG の感じとは違って結構先進性がある印象がありますね。個人的にはやっぱね真っ白な背面のモニターがすごく好きなんですけども、これはこれでなんかモダンな雰囲気にすごく合うというか、こういうねこのカバーみたいなのもちょっと最近こういうアートよく見かけるんですけど、それに準拠したような雰囲気になっているかなと思います。なんとなくヨーロッパとか北欧とかね、その辺のデザインにちょっと部屋を合わせていくと、こういうモニターがすごくマッチするのかなっていう印象ですね。デザインの方もね後でちょっと詳しく見ていくんですけど、そもそもこのモニターどんな特徴があるのっていうと、まず一つ目としてはやっぱね 6K 解像度っていうところですね。6K ってそこまで聞きなじみがないかなと思うんですけど、解像度としては 6144×3456 っていうところで、だいたいざっくりね 4K 解像度の画素数でいうと2倍ぐらいになるかなと思います。この辺も後でちょっと詳しく見ていきます。で、特徴2つ目がパネルの階調とか色域みたいなところですかね。これ冒頭でも軽くお話ししたんですけど、液晶パネルはねナノ IPS ブラックっていう LG の独自技術を採用したモニター使っています。この間紹介したウルトラファインディスプレイもって驚くぐらい発色が良かったので、この辺もね 6K の解像度ながらこの発色がいいっていうところがポイントですかね。そんなに詳しくはないんですけど Adobe RGB に 99.5% 準拠しています。これによって写真をやる人とかデザインをする人、あとは印刷物を作る人とかですね、そういう人にとってはかなりねカラーマネジメントモニターを謳わないにしてもすごくね扱いやすいモニターなんじゃないかなって感じですね。ハードウェアキャリブレーションにも対応しています。で、特徴3つ目、このモニターのすごいところなんですけど、サンダーボルト5に対応しているっていうところですね。こういうサンダーボルト5対応のケーブルを1本 PC に挿すだけで多画面対応ができたりとか、あとは10ギガビットイーサネットのねアダプターだったり、あと爆速の SSD とかね、そういうのをここに接続すればそのままもう最大限のパワーでこのノート PC を充電しながら画面をこっち映しながら使えるっていうのがすごくいいポイントです。はい、あとざっくりとしたスペックはこんな感じですね。スピーカーを内蔵しているので、この中でね音楽を聴いたり音を聞いたりもできるよっていうのとか、あとはAdobe RGB だけじゃなくて DPI-P3 にも 98% 準拠してますよとか、あとはゲームやる人とかだったら応答速度は5ミリ秒ぐらいだったりと、そういう感じのスペックとなっております。はい、じゃあ実際にねスペックの話ばっかりなんですけど、ちょっと使っていこうと思います。
はい、じゃあ早速紹介していきたいんですけども、まずはディスプレイの造形的なところですかね。結構今まで使ってた LG のディスプレイって真っ白なものが多くて、個人的にはそのデザイン性、カラーリングすごい好きなんですけども、これはちょっとねやっぱりターゲット層が違うのか、デザインが先進的かつモダンな印象を受けます。特に印象的なのがこのモニタースタンドで、こう漆喰とかをね塗ってヘラでグイーってやったようなアート、最近よく見かけるんですが、それに近い印象を受けますね。樹脂製になっていて、若干ね黒っぽい印象はあるんですけど、しっかりと光を当てると青みがかっている黒、いわゆる紺色とか濃いネイビーっていう感じの風合いですかね。このモニターの背面自体は結構ありきたりな雰囲気だと思うんですけど、このねスタンド部分のパネルがちょっと趣向が施されていることで洗練されたデザインになってるかなと思います。例えば僕だと結構真っ白めなものでね統一しているんですけど、ゴールドのスタンドライトを使っている人とか、天板が濃い木目とかブラックとか、そういうところにかなり合う印象がある気がします。ゴールド系のアイテムとすごい合いそうで、1個ねちょっと気になったところで皆さんにお伝えしたいんですが、これアルミニウムっぽい雰囲気なんですけど、樹脂製です。結構カラッとした樹脂に、メタリックなメッキ塗装が施されているっていう背面ですね。ここは結構オーセンティックなデザインが好きな人にとっては若干気になるポイントかなと思います。とはいえおそらくサンダーボルト5だったりパネルにかなりコストをかけていると思うので、この辺はね、コスト削減のためにもやむを得なかったのかなっていう感じですかね。ちなみにこのスタンド部分は若干高さを変えたり角度をつけたりとかは可能です。ただそんなにね可動域が広いわけではないかも。このディスプレイ部分はかなりフラットで、歪曲しているわけでもなく、本当にねこっち表側も裏側もフラットな印象があります。はい、ディスプレイはさっきお伝えした通り 31.5 インチの 6K ディスプレイですね。いやこれ Mac の標準の壁紙なんですけど、めちゃくちゃ発色というか解像感、立体感を感じますね。いやこれすごいわ、この感じ結構6K と 4K ってそんなに違わないのかなと思いきや、やっぱ目の当たりにするとかなりこの解像感、立体感の違いはすごく感じます。ちなみに 4K と 6K ってどのぐらい解像度に差があるのかなと思ってちょっと比較する図を作ってみたんですが、このぐらい違うみたいです。結構な差ですよね。4と6って2しか変わんないみたいな印象なんですけど、数字からね解像度に置き換えるとこのぐらいの差があるっていうところで、いやこれはそりゃもう立体感と解像感すごいわっていう印象です。かつこれディスプレイの方式が IPS で、その中でもよりね黒が引き締まったように見せることができる技術、ナノ IPS ブラックっていうのを使っていることで、よりね引き締まった立体感みたいなのはかなり感じるところですね。ナノ IPS ブラックは簡単に言うとカメラの変光フィルターみたいなのを間にかませているみたいなんですね。それによって周辺で滲む光とかを低減したりとか、あとはそもそものコーティングとかも抑えていることで黒のね、発光を抑えてコントラストを高めるみたいな、そういう技術らしいですね。でこのディスプレイ自体はグレアじゃなくてノングレア、いわゆる非光沢なマットなタイプですかね。最近流行りのナノテクスチャー的にねすごく反射を抑えるっていうよりかは、本当に一般的なマットディスプレイっていう感じです。こうやってナノテクスチャーグラスと比べると、特にめちゃくちゃ反射を抑えるコーティングっていうよりかは普通のマットなディスプレイって感じかなと思います。はい、6K ぐらいの解像度があると何がいいのかっていうと、個人的にいろいろ使って感じた一番のおすすめはやっぱこういうねテキストを使ったデザインとか、そういうテキストワークに意外と合うのかなっていう気がしますね。今年の春ぐらいにねトバログペーパーっていう本を出していて、こんな感じでね写真と文章でこんなものとかを紹介するエッセイ本みたいなのを作っているんですが、基本的にはこのインデザインっていうツールを使って、この中でね
こういう風にテキストを打ち込んで、レイアウトしていくっていう感じなんですよ。レイアウト自体はデザイナーがやってくれてるんですけど、そのレイアウトの中に自分でこうテキストを打ち込んで、これでねなんかエディター代わりにしてテキストを書いていったんですが、こういう紙面みたいなやつってやっぱこのテキスト結構ちっちゃくなりがちなんですよね、表示が。でなんか見づらいとかなったりして、こう拡大していくとちょっと全体像が分かりにくくなるみたいなことはあると思うんですけど、6K の 31.5 インチぐらいあるとこれとかがねすごくなんか本物の紙に書いているかのような感じで、このテキストがじゃぎる感じもなくぼやける感じもなく、すごくねこのサイズぐらいにしてもはっきりくっきり映るっていうのがすごいやっぱ 6K すごいなって感じます。ちょっと実際に 4K と 6K 取り比べた写真があるのでお見せするんですけど、このぐらいの差があるんですよね。4K でも今まで十分綺麗だなと思ってたんですが、 6K になるとここまで違うのかっていうのはかなりもう体感でわかるところかなと思います。はい、ちょっと撮った写真をこのカメラ越しでねお見せするっていうあんまり意味のないことをやるんですけど、一応こうやって見ていくとこんな感じですね。結構このしっかりとこういうねパキッとしたところまでこのモニターズームをしなくてもちゃんとディティールまでねはっきりと映してくれる感じがあります。こういうね真っ白いコントラスト高めの写真はそうなんですけど、なんかこういうねつららの場所まで一本一本はっきり見えるような感じとかはすごく心地が良いなっていう気がしますね。こういう今まで撮った写真をこの 6K 解像度で目の当たりにするとどういう印象があるのかとかね、そういうのをねちょっと楽しめる感覚がありますかね。はい、これ冒頭でもお伝えした通りハードウェアキャリブレーションに対応しています。別途ねセンサーを導入する必要はあるんですけど、こういうところをやる人って多分すでに持っているし、あと色域とかもねこんな感じでモニターベースでいろいろとキャリブレーションしていくことができるっていう形ですかね。動画でいうと輝度140ぐらいにして色温度6000で、ガンマ値が YouTube がね 2.4 推奨だったと思うので、これで設定をして、キャリブレーションをこうしていくっていう、そんな感じになっています。このディスプレイ側の設定でしっかりと目標値に対して、このキャリブレーションを行ってくれるという形ですね。やっぱねキャリブレーションに対応してたり色域の関係とかもあって、こうね印刷物にしようと思っているものを多分色をしっかりと合わせてこの解像度で見ると結構印刷物に近いようなね、なんかこのドット感もなく粗さも感じずにこの写真とかも見えるんじゃないかなと思います。いやそれにしてもこのモニターの解像度凄まじいです。ズン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 、はいとこのぐらいの距離からね撮影をしていました。いや解像度すご。このモニターそんな感じで発色はいいんですけど、やっぱ若干気になるなっていうところで言うとこの感じですかね。ちょっとカクカクするところがあるんですが、リフレッシュレートが冒頭でもお話しした通り 60Hz までなんですね。最近 iPhone とか iPad、MacBook だいたい 120Hz、 これの倍ぐらいのリフレッシュレートに対応してて、こういう感じがすごいヌルヌルしてる感覚があるんですけど、そのヌルサク感は感じられないかなと思います。 60Hz だからそんなにすごく困るわけではないんですけど、どっちかっていうと動画よりかはこういうね静的な制作物というか、こう動きの少ないデザインだったり、あとは写真だったりをいじくるっていう、そういう感じのモニターなのかなと思います。とはいってもこんな風に普通に動画編集とかもできるし、この辺は感じ方の違いですかね。慣れてしまえば、60Hz でもそこまで問題はないのかなみたいな、そういう感じです。ちなみに今表示の設定を 3200×1800 にしてるんですけど、これを等倍表示していくとなんとこのぐらいのサイズ感になります。いやこれはやばい。もうさすがに等倍表示して使う人はもういないんじゃないかなとは思うんですけど、こんな感じで一応ねいろいろな画面を出しながら作業ができるっていう感じです。
カメラ越しに見てもこの解像度伝わらないと思うんですが、実際にこう近づいてみるとググ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 グ、はい、こんな感じで実際に読めるサイズ感なんですよね。いやすごくないですかこの感じ。普通に文字が読めてしまうんだよな。大きい画面の中にタブレットが3つ埋め込まれているみたいな、そんな感覚ですね。個人的にはやや気になるのは、これだけの解像度と色域色空間に対応しているので、せっかくだったら光沢グレアタイプのモニターだったら嬉しかったなみたいなところはありますね。こんだけ小さくしても、このディスプレイ自体は読むことができるんですが、やっぱアンチグレア特有のねこのざらつき感というか、このプリズムによる反射っぽい感じはあったりするので、多分どうせ色をいじる人は暗い部屋に閉じこもるので、そういう暗い部屋でグレアタイプのモニターの方がもしかしたら見やすかったんじゃないかなとは個人的には思います。はい、ちなみにポート類はこんな感じです。タイプ C の一番上が直接ノート PC、MacBook とかと接続をするためのサンダーボルト5ポートで、こちら 96W 給電に対応しています。こちらがサンダーボルト5のポートで最大 80Gbps の転送に対応しています。このポートめちゃくちゃ速いです。10Gbps のこういうね、エイサネットポートに接続すれば爆速で、データ通信もできるし、あとはSSD でねサンダーボルト5対応のものがあれば、これで6000とか8000ぐらいの読み書きができるのでめちゃくちゃ強いやつですね。でこの3つはなんか USB ハブ的にちょっとした周辺機器を挿したり、速度がそんなに速くない SSD とかだったら使えるみたいなポートになっています。でここはディスプレイポートと HDMI ですね。個人的にはタイプ A のポートもあったら嬉しかったなっていう感じなんですけど、それでも拡張性はかなり高いと思います。ちなみにここがサンダーボルト5になると何がいいのかっていうのは前のこのワイドモニターの動画でも詳しく紹介しているんですけど、簡単に言うと高速道路が今まで1車線1車線だったところが、2車線2車線合計4車線になりますよみたいな感覚ですかね。サンダーボルト4とかもぶっちゃけめちゃくちゃデータ転送の速度は速くて、動画編集とかだったら全く問題なかったんですけど、例えばねこういう高解像度のモニターを 2,3 枚接続して使いたいとか、あとはねこういう高解像度のモニターと一緒に M2 とかね結構速い SSD を外付けで使いたいとかになると、やっぱちょっと渋滞しちゃうリスクがあったんですよ。サンダーボルト5になるとそこでねこう渋滞するリスクがあった箇所がねこうスムーズにいくようになるっていうところが主な違いかなと思います。ちなみにサンダーボルト5だとバンドウィズブーストって言って最大 120Gbps で転送が行えるっていう機能も備わっています。これによって MacBook 側から来た映像信号を例えば 4K ディスプレイ3枚とか 8K ディスプレイ2枚とか、そういう解像度にも耐えてくれる機能も備わっているっていう感じですね。ただこのモニターの場合 6K の 60Hz なのでめちゃくちゃパワーを使うわけではないんですけど、外部で 5K、2K とか他の 6K ディスプレイとかね、そういうのをつなぎたいってなると、結構その辺は生きてくるんじゃないかなと思います。ちなみにこのモニター、この電源アダプターがめちゃくちゃにでかいです。これは結構重量もあるし大きさもあるから、僕みたいにこの机の下にね固定をしたいっていう用途だとかなり気になるポイントかなって感じですね。実際この手元にあるキーボード HHKB とかと比べてみてもほぼ同じぐらいの太さ厚さっていう感じです。はい、ちょっとね気になる人多いと思うんで比較してみようと思うんですが、こちらがこの間紹介した 5K2K のワイドモニターですね。ワイドなんで 5K なんですけど、だいたい普通の 31.5 インチぐらいにすると 4K とほぼ同等の高精細さかなと思います。でこちらが今回紹介している 6K のやつなんですが、いや両方とも綺麗じゃないですか。なんか結構こうやってね画面を見比べるとやっぱ 6K の方が高精細でめっちゃいいかなと思いきや、なんかねパネル自体の解像度は違えどコントラスト感とか鮮やかさみたいなのはかなり近しい気がします。このタイミングでモニター買い替えの検討してる人はちょっと悩みポイントかなと思うので、一応ざっくりとこうスペックとかでまとめてみたいと思います。一番やっ
ぱり大きいのが画面のアスペクト比、サイズ感だと思っていて、鮮やかさとか解像度とか何を撮るかで結構決まる感じですかね。この 5K、2K の方は解像感はこっちほどないにしても結構十分めちゃくちゃ綺麗です。文字もね普通に読みやすいし、明らかにすごい万能な感じですかね。ただ一方でサイズ感がバンとすごい大きいので、デスクが120センチとか140センチとかそのぐらいのサイズ感だと画面に覆われすぎて、普段の作業とかだとちょっと気になる人もいるかもなっていう、そんな感じです。今回紹介している 6K のやつは、31.5 インチなので物理的なね画面のサイズ感っていうのはコンパクトなんですけども、かなり高精細なことによって、拾える情報量みたいなのはほとんど差がないというか、こっちの方が大きいのかなっていう気がします。でちなみにどのぐらいね解像感違うかっていうと、それぞれで映した画面同じサイズの文字で見るとこのぐらいの差があります。結構違いますよね。なんか 4K と 6K ってどんぐらい違うんだろうっていう風にね思うんですが、実際こういう風に文字とか写真とかを写して比べてみると結構な差があるかなと思います。実際ねこう肉眼で見て目の前にねデスクの前にあるとここまで顕著にねピクセル感みたいなのは違いは感じにくいんですけど、やっぱりこうやって壁紙とかでこういう静止画とか解像度の高いね写真とかをバンって見せられると、やっぱこれすごいもう目の前にあるみたいな、ちょっと窓越しに実物を見てるかのような感覚になりますもんね。ちなみに余談で画面のね、解像感みたいな話をするときに一つ基準として PPI ピクセルパーインチっていうね、用語を使ったりもします。これは1インチの中にどのぐらいのピクセルの数が埋め込まれているかっていうのを数値で表したもので、実際にこの 6K のモニターだと 224ppi、 こっちのねワイドモニターだとだいたい 141ppi という形なんですね。ちなみに僕が今使っている14インチの MacBook Pro の、PPI は254という形で、かなりね近くから見ても高精細、実在感、立体感みたいなのは感じられるっていうところです。これをね実際にモニターにつなぐとやっぱ画面が大きくなる分ねちょっと粗さ感じたりもするんですが、 6K の場合だと本当に MacBook Pro の画面をそのままバンって大きくしたかのような感覚で使えるところが魅力かなと思います。この 5K、2K のモニターは 141ppi で、これでもね十分高精細だし文字もすごく読みやすいんですが、それ以上にハッとするような立体感があるのがこっちのね、ディスプレイっていう感じですかね。で解像感っていう話だけで言うとそれはそうなんですけど、やっぱこのね5K、2K の方のメリットとしてはワイドっていうところですね。物理的にめちゃくちゃワイドなので、例えばねこういう画面、動画編集のタイムラインとかをガンって置いて、こうね色とかをいじったりとか、そういうのがこう広いね窓で、この辺とかこの辺とかこの辺とかが縮小されずに結構大きく使えるっていうのが一つメリットですね。で一方でこの 6K モニターに来ると同じね比率だと、解像度の同じ比率だとこのぐらいのサイズ感になっちゃうんですね。これでもね全然綺麗に表示はされてるんですけど、やっぱちょっとねこのワイドモニターと比べると窮屈な感じはするかなと思います。あとさっきも言った通り画面のリフレッシュレートがこっちが 60Hz まででこっちが 120Hz まで対応してるんですよ。なので動きの多い動画編集とか、本当にね幅広く作業環境、作業領域が必要な人はやっぱワイドモニターの方がいいかなと思っていて、逆にそこまでワイドな作業領域いらなくて動きもそんな大きいことしないよっていう人だったら、静止画メインとかデザインとかだったらこっちの 6K 的なところの方がフィットしてくるのかなっていう感じですかね。あともう一つデスクワークで結構使うところでいうと拡張性ですかね。サンダーボルト5にね両方とも対応はしているんですが、それぞれポートの数とかが違っていて、こっち有線 LAN ポートを備えていたり、あとはタイプ A のねポートとかがあるので、こういうこういうねレシーバーとかをよく使う人だったら結構使いやすいとか、逆にUSB-C とかしか使わなくてそこまで画面に拡張性求めてないんだったらこっちでも十分だったりとか、そういうところでちょっとね差が出てくるかなと思います。あとは検討材料としては価格ですかね。こっちは現在ね発売されている金額としては25万円ぐらいで、時折セールで21万円とかねそのぐらいになってたりして、めっちゃお得じゃんっていうね感じなんですけど、こっちはね
実はこの動画時点では価格が出ていなくてですね、まあだいたいこの 6K モニターのこのぐらいのスペックだとなかなか使う層を選ぶかなと思います。はい、いろいろ比較してみたんですけど、それぞれねちょっと甲乙つけがたいというか、どっちもいいなみたいな、どっちも方向性違っているので、本当に自分の作業に合ったモニターをそれぞれ選んでいくっていう感じになるかなと思います。はい、というわけで今回はウルトラファイン EVO 6K 約32インチを搭載するサンダーボルト5対応のディスプレイについてちょっとねいろいろと紹介してみました。冒頭でも言った通り今回はね本当にサンプル機の貸し出しで、まだグローバルでも発表されていないモデルなのでね結構慎重に扱う形だったんですけど、実際に使ってみた印象としてはこんな感じです。今後ね国内販売もされていくと思うので、ぜひ気になった人はこの 6K の解像度店頭で見てみてください。かなりびっくりすると思います。そしてウルトラワイドモニターについても前に動画を撮っているので、こちらもぜひ合わせてチェックしてみてください。というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。